はい、まさかのアプリ版で女性も霊来ましたねとこの手です。シータといいプーリンといいアプリ版とアーケードで性別入れ替わるなとその手だぜ。みんなのアイドル、スイナちゃん。ということで今回はもしセタンタがアプリ版で来るとしたらどんな風に来るか予想する動画です。アーケードやってるから気づけることもあるかもだからね。というかプラチナに落ちてないか？お気づきになりましたか？これには方向界より深いわけがありましてね。それ言いたいだけでしょ。エルキブー動画撮ろうと固定だけでは足りなかったので全国対戦やったのですが、今年の1月以降まともに全国対戦やってなかったのでポイントがっつり減ってこのありさま。エレトルの環境移行と、かなり環境変わってたからね。まあ、ゆっくりポイント戻すとして、アプリ版でジャックドモレーが実装されましたが、男性としてアーケード版で実装されましたよね。6章のアーケードオリジナルサバとして実装されたな。その際、アーケードオリジナルサバが性別変わって、実装されているのは気づいてる方も多いのではないでしょうか。5章でマーリンから白手マーリンに、別人だけど、一つの霊気としてラーマを追加ね。そして、今回もアーケードのモレーが性別変わってアプリ版で実装されたね。そこで Twitter ではある可能性が出てきました。セタンタお前女の子になるのか？そうなるとレジライやフェルグスなどはどうなるのかしろね。ダメやこいつ早くなんとかしないと。そこでどのアーケードオリジナルサバが実装するか傾向がそういえばあるなと思う。今回の傾向予想おじさんになってみました。外れだな。出た、水着実装になると現れるやつ。うるせえ5本傾向おじさんつまり今までの傾向から実装されるサバを予想する人。今回はセタンタが女の子になってアプリ版で実装される可能性はあるかですね。ウプ主はなんでこの動画作ろうと思ったか完成を頭を抱えたぜ。ノリで作っちゃったね。で今のところアーケード版で水着ジャンルは予想当てて、水着玉も当てれなかったから、勝率は2分の1っすね。星4水着は実装されないところまでは読めませんでしたけどね。アーケード水着実装予想動画は概要欄に貼っておくね。この予想は半分真面目半分冗談で作っており、これから話す考えはウプ主の一個人の考えで、設定など抜きにして今までの傾向のみで話していくので、間違ってるかもだし話半分で聞いてほしいです。いいからはよ。ということでセタンタはアプリで来るとしたら女の子になるかですが、ごくり。個人的には性別そのままで星4ではなく、星5で来るんじゃないかなと予想してます。性別は変わらないとしてレアリティは上がると予想してるのか。まずは性別が変わって実装するのは今のところストーリー内で登場するサバだけです。ブラトマーリンとシータは5章で、モレーは6章で登場してたもんね。他にもアーケード限定はセタンタを他にロリンチ、サンタエレナ、サンタ鈴鹿御前と、今挙げたのは配布なのですが性別変わってませんよね。確かに配布サバは性別変わってないな。あとアーケードオリジナル配布サバはクラスは違えど、アプリ版にいるサバの別クラスにしてることが大半です。逆を言えば7章で出てくるサバが性別変わって登場する可能性もあるわけですが、モレーみたいに普通に登場してアプリで変わる可能性もあるよな。独自性を保ちつつ両方に実装させるという、アーケードとアプリ版2個あって初めてできるゲートというアクロバットなことしてますね。他じゃ真似できないことかもね。まあ、こういう例があればアーケード3実装されてもアプリ版も期待できそうだな。両方が幸せになれるのが一番ですからね。で、レアリティに関してなのですが、セタンタはアーケードで星4なのですが、アーケード特有の足の速度が上がる第2スキルがあるので、何かしら変更してアプリ版に来なければなりません。だけどそれではレアリティ上がる根拠としては薄いよな。そして配布かつアーケードオリジナルで星4からアプリ版で星5になったサバが存在します。そう、ライダーのダヴィンチことロリンチです。そういえばそうだったな。結構前の頃実装されていて忘れがちですが、ウプ主も忘れてました。ロリンチファンに怒られろ。そこまで怒りますとロリンチはアーケードオリジナルサバとしてイベント配布星4で実装され、後にアプリ版では性別はそのままで星5サバとして実装されましたよね。言われてみればそうだね。そしてセタンタとロリンチの共通点としてアーケードオリジナルサバであることはもちろんのこと、アーケードオリジナルイベントの配布枠であること、厳密には違うかもですが元のサバがいてそこから年齢が低くなっていること、そしてアーケードでは星4であることが挙げられます。他にもアーケード限定配布サバでエレナと鈴鹿御前いたが、あれはクリスマス枠なので別としてます。まあ次のクリスマスもアーケードでは実装されてない星4のサバが実装されると予想してますが、ある程度共通点がありセタンタとロリンチは同じ感じでアプリ版で実装されるかもですね。ダヴィンチからアーケード星4ロリンチ、そこから逆輸入して星5ロリンチになるのに対して、同じように、スーブリンからアーケード星4セタンタ、
逆輸入して、そしてペタントになるかもしれないね。まあ、この予想も穴があって、元のやりにたちより年齢が低いのにレアリティ上なのが違和感あることや、そもそも例が一つしかないので偶然かもということですね。まあ、ネタバレになるので詳しくは言えませんがレアリティに関してはいくらでもこじつけできそうですが、こういうのはアナグラム的な感じでいくらでもこじつけできそうだからな。みんなは、そう思うかコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。まあレアリティはわかりませんがセタンタは性別そのままでアプリ版で来ると予想してます。まあ、まとめるとアーケードオリジナルで、プロとマーリン、シータ、モレイのストーリーサバが性別変わってアプリ版にいる傾向で、配布クリスマス枠はエレナ、鈴鹿御前と星4アーケードにいないサバの傾向。アーケードオリジナルイベント配布枠はロリンチ、セタンタとアプリ版にいるサバが年齢が下がってる傾向にありますね。あくまで傾向だから、あえて外すパターンもあれば偶然だったパターンもあるのであしからず。ということで尺が余ったので対戦の実況に入っていきます。というわけでこちらはグビジンが2機いますね。クリティカルバフ 50%×2 で 100% クリティカル威力アップか。やっぱり強いバフを周りに負けるのは強いです。これが配布サバなんですからやばいですよね。ナフィタさんは、さらに自己バフで軽くマシマシだね。グビジンのクリティカルバフでクリティカルヒットが多発するので、かなり火力水準が高くて困惑しました。おまけになぎこさんや水着玉本火力出るサバが環境に多いからな。と言っても今は全然クリティカルでなかったのであれでしたが、ここで味方が相手を撃破。そして巻き込まれてノックバックした相手に追撃していく。ここはかなり美味しかったな。ここで最終段階されるが、相手を倒した味方が止めてくれてたので反撃食らわずに済んだな。ということでミリのところを撃破して近くに相手がいますね。ここは足の速さは相手が上だから追いつけなさそうだな。無理そうなので広いところで籠城しようと思いますが、このゲームは意思疎通取れないからコロコロ目的変えるのは失敗だったな。中途半端になってしまったので最初から追わなければよかったと反省です。タラレバロンは今考えても仕方ありません。お味方が NP くれたのでナギコさんが素振りしてるところを狙って、味方の影集中がでかいな。味方がホール持ちなので次にジャンヌを抑えたいところ。ナギコさんに沖田さん見させたいしな。そしてクリティカルで火力を出し。そして相性振りを抑えてくれた味方が落ちますが、ここ抑えないと聖杯きつそうだな。落ちたらシャレにならないのでガッツつけて、カットしてお味方を助けます。タル集中の方が良かったかもな。ブロリー。ここの聖杯取られるのは仕方ない場面ですね。というかなんでお前は攻撃してるんだよ。いやー破壊衝動が抑えられなくて。なかったらトロールだったね。ですがお味方が来たので枚数互角。そしてサボ強化解除したのでエドモンの無敵貫通と火力は封じれたな。そして火力出してダメージレースを有利に。そしてここですかさずカット。そして、この方も、とどめを刺して撃破。対戦、ありがとうございました。やっぱ、勝ったよ。勝利できましたがところどころ立ち回りに反省点がありましたね。追っかけないで左下でホール待ち構えてた方が安全かもだからな。ということで、全員卵様でございます。さすが環境だな。火力で倒せば問題ないね。それなんていう脳筋。いいえ、クリティカル金です。わけがわからないのだが。出たわよ。夏の魔物。ということで試合開始。お、サボ強化解除してるな。これで日だまり剥がしたいですね。ここは味方がシューターですが通路で戦う感じになりそうですね。とりあえず、味方にバフを配ろうね。さあ、誰のバフを剥がすかですが、ここは味方が見てる卵のバフを剥がして自分は他の卵と戦いましょう。お、ここで巻き込みはでかいな。そしてお味方が落としてくれる。そして抑えようとしますが、無敵のスーパーアーマーでカットできない。枚数有利を生かしていきたいところですが、無敵で削れないな。そしてバスター反応できない反射神経おじいちゃん。そしてデメリットのスタンを狙ってお味方が削る。おっと相手がリスポーン。あ、縦集中だ。やべえ、ガードのタイミングわかりづらい。だが脱出があるところがグビジンのいいところだな。落ちてまずい場面とかで運営できるのはありがたいですね。耐えた間に、お味方がカットしてとどめ。ここはホールが決まるかな。と思ったら影線でカットされてこれは相手がうまいな。あ、ラバ回避。ここでホール打てなかったのは残念ですが水着ジャンヌの攻撃が入る。だが味方が枚数不利に陥ってるな。相手が余ったということはスタンプで入れられますね。だけど枚数有利取れそうだね。ここで味方が脱出で耐える。お味方はホール持ちだな。ここはしっかり抑えて打たせたいところ。そして相手はホールを止めに入るが。決まっていく。
さてここで枚数有利ですね。さすがはみんなカチカチで HP 削れないな。お味方の HP が有利ですからカットに気をつけていきたいところ。やや、お相手アルテラ到着。回避剥がしてなんとか止めれましたね。さすがにお味方耐えれず。ここでアルテラ撃破したいですが、しかし相手が正解獲得。まあ、青ズモスに采配取られなかったらどうしたしよう。そして聖杯キル取られなかったのがマジででかい。あとはお味方がやられる前に駆けつけなきゃな。相手の HP も結構消耗しているので聖杯キルを取られなければ勝ち目はあります。と言いつつ、天草がフォーブで牽制してきそうなので気をつけたいところ。なんとかお味方が踏ん張ってくれてますね。準備できました。よしよし、これで1対1ができますね。ここが勝負どころだな。お味方がミリなので HP 回復を間違えたほう、味方と自分が同じジャックなので間違える。ですがお味方の健闘で倒せそうです。お味方ありがてー。聖杯持ちと対面してるのはグビジンさんなのでガッツもあり安心っすね。ここどっち行くか迷ったんですがガドバきそうだったのでアルテラ見ます。早く倒してキャスに気を変えないとな。うおー、お味方待ってろよ。あ、まずい相手のジャックの強化解除でガッツが剥がされる。ですがこっちも間に合いました。美味しいところをいただきます。これでお味方が聖杯キルされる心配はなくなったな。ここでゲームセット。対戦、ありがとうございました。やっただったよさせてね。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またねー。